皆さんこんにちは。ザ京都のゆうごです。今日は7月11日、今11時、夜の11時16分です。見てください。京都でついに祇園祭りが始まりました。もうこれなぎなたぼこなんで上まで鉾があります。これが前祭りで一番でかいやつですね。ということで、近づいていきたいと思います。いや、なんかザ京都のチャンネル前動画出したのいつかなって思ったら3ヶ月前でした。めっちゃサボってる。ほんまにめっちゃサボってるんですけど、ちょっと本当に申し訳ないんですけどね、ようやく祇園祭りということなんで、もうね今月はネタが目白押しです。なのでちょっと撮影の方頑張っていきたいと思います。今日は、11日なので123456788個山鉾がもう組み立てが完了してるわけじゃないんですけど、組み立てされてるんで、こんな感じで置いてある状態なんで、その8個を1個ずつ見ていこうかなという動画です。いや、すごいよ、マジですごい。見てください。こうやって倒れんようにね、紐が吊るされてて、もう毎度おなじみですけど、釘を使わずにね、紐だけで組み立てられてます。ほんまにすごい。これどうやって結んでんやろってねなりますけど、マジでもうでもほんまにこれ全部釘使わずにやってますから、木と木の接合と紐だけでこうやって組み上げられていきます。でなぎなたぼこのこの上の部分にこんなこと言うとね怒られるかもしれないですけど、日本の文化なんですけど、男性だけね上がることができます。その道がこれ今祇園、京都の、四条烏丸、ちょっとだけ東側に行ったところなんですけど、そこにあるこの建物からなぎなたぼこってね提灯が置いてあるんですけど、このなぎなたぼこっていう提灯が置いてあるここの建物から、上に上がってこうやって渡ることができます。ちなみにその条件が確かこのなぎなたぼこのねこの今は何もないここになんか屋台みたいなのができるんですよ。でその屋台で何か1個でも買ったら上に上げてくれはったはず。僕は去年なぎなたぼこのなぎなたを買いました。なぎなたのなんかお守りみたいなのがあるんですけど、それを買って上がったんですけど、ちょっと何人かで行ったんですけどね、やっぱり男性しか上がれなかったです。なんか1個買ったら1組全員行けたはずやったんですけど、確かその中にね女性がいてその方は入れなかったと記憶してます。いやでもほんまにすごいな、これマジで釘を使わずに組み立てられてるのすごいですよね。これ上はどうなんやろ、上は釘使ってんのかな。すごっ、ほんまにすごい。これがもう京都の伝統ですよ。日本三大祭りのうちの一つ。ちなみにねここの、こんな感じで今紐がねされてるんですけど、この中は入れなくなってます。で入ったら警備員さんに怒られます。はい、っていうのが、なぎなたぼこでした。こんな感じね。こんなんがあと、7個か8個ぐらいあるはず、今の時点で。で明日明後日でもうあと何個か経つんですけど、
それをねちょっと今日は見ていきますよ。ですね、次は、かんこぼこっていう、これチャット GPT が作ってくれたんですけど、このマップを次このかんこぼこっていうね、かんこぼこってこれ漢字読めます？このかんこぼこって漢字全然読めへん。そうしかも今はねこれ光がついてないんで遠くからやとちょっと分かりにくいんですよね。ちなみにこうやって今これ四条烏丸の交差点なんですけど、なぎなたぼこの提灯がついてます。これが四条烏丸。ここにね今こうやって大量の車がね通ってますけど、ほんま京都の中心地ですよ。大量の車が走ってるんですけど、祇園祭が始まると、今月の15、16日かな、全部歩行者天国になります。もうなんて言ったらいいんやろうな、フランスで言うともうパリが車通るのダメになるとか、アメリカで言うとニューヨーク車通れんくなるみたいな、そんな感じ、そんなイメージで、ここはかんこぼこ町なんで、こうやってかんこぼこのね、この灯籠って言ったらいいんかな、提灯って言ったらいいんかわかんない、これは提灯やけど、こんなんがかんこぼこっていうのがもうついてます。もうここのバス停もね一時的に、ほら、当停留所は祇園祭による交通規制のため18日終発まで休止。もうだから今日が11やからもう1週間ぐらいバス停は使えなくなるってわけですよ。交通機関が止まります。これがかんこぼこ。すごいやっぱなぎなたぼこに比べるとちょっと縦の長さは短いんですよ。でもやっぱり迫力があります。でこれもかんこぼこ、なぎなたぼこと同じようにね、2階からこうやって渡って登ることができます。かんこぼこも女の子登れへんかったかな、どうやったかな、忘れたんですけど、ここのかんこぼこビルから、ここも何か、ここはなんやったっけな、なんか買ったら登れるんやったっけな、ここも500円か1000円のなんかを買ったらもらえたはず。チラシが貼ってある。でもほんまにこんな感じになりますからね、山ぼこ巡行の時はもう大量の人がこのとてつもない大きさのかんこぼこを引きずり回して京都市内を走り回るという感じです。いやすごい、これまだ未完成やな。なんか14までに完成させるみたいな感じやった気がします。9から14まで5日間かけてこれ組み立てていくみたいな感じ。明日はまた違う姿があるかもしれないです。今京都に観光に来てる人はね、この毎日この出来上がっていく姿が見れるっていうちょっと贅沢な遊び方ができます。このタイヤの部分は釘とかついてんのかな。いやここも釘ついてないや、多分これ紐でつけはるんや、また固定しはるんや最後。ここもこんな感じで、なんか穴の中に棒を通してそれを紐でぐるぐる巻きにして固定するみたいな感じでつけてはる。いやこういう結び方も伝統があるんでしょうね、一つ一つ。すごいな。
いやこれ本当に僕京都生まれ京都育ち、もう京都に生まれ31年経つんですけど、小さい頃は分からなかったんですけどね、大人になってからこの凄さがどんどん分かるようになってきました。いやすごい。そして京都の人はね、もうこれに慣れて見向きもせずに行っちゃいます。この映像を撮ってたり写真を撮ったりするのはもう観光客だけなんじゃないでしょうか。各有僕は観光客だと間違われてそうです。いいね、いいね。これにもっといろんな装飾がついてライトがついてきますからね。ということで続きまして、菊水鉾と鶏鉾いきます。確か14かな、14のお昼に鉾引き初めっていう予行練習みたいなのをしはるはずです。あるある、あっちが鶏鉾かな。でここ曲がったところが菊水鉾。うわ曲がってすぐ、すごい。もうこう車両通行止めです。もうここただでさえいつも一方通行やのに、こんなんあったらもう通れなくなりますからね。すごっ。しかもこれはもうタイヤまでついてる。すごいな。さっきの2つはタイヤまでついてへんかったのに。すごい。うわちょっと待って、タイヤの香りすごいよ。新品なんか鶏鉾は去年か2年前かに確かちょっとタイヤが壊れちゃったかなんかで、なんか新品になってるんですよねこれ。うわすごっ、菊水鉾って書いてある。かっこええ、めっちゃかっこいいこれ。しかもちょっと待って、香り、うわ香りすごい、香りすごい。さっきのなぎなた鉾とかんこ鉾は近くまで、こんな近くまで寄れなかったんですよ。皆さん見てください、もうこんな近くまで寄れます。こんな近くまで、こんな近くまで、まあ触ったらダメですよこれね、触ったらダメなんですけど、こんな近くまで寄れます。だからなんか香りを感じれます、この菊水鉾と鶏鉾は。多分鶏鉾分からへんけど、とりあえずこの菊水鉾は今もう香り感じれてます。すごっ、すごいな。こんなとこにこれあったらみんな来るし、このラーメン屋さんめっちゃ儲かりそうやな。このみつる美味しいんですか？美味しいらしいです。こっちも、ここも美味しいんですか？朝の7時からやってる。そうなんや。外国語メニューもある。いやなんか目立つな、ここにあるんは。いやすごいな。あ、そうなんですか？あ、そっか、布がねあ、そうなんや。あ、じゃあ明日になったらこの上になんか外壁というか外観、うん、はい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 。そうなんや。だからこの縄が見れるのはもう今日までらしいんで、明日からはうん。
じゃあもう貴重な映像ということで、これはとても貴重な映像ということで、皆さん今日の動画はただの京都を歩く動画からとても貴重な映像に変わりました。この紐が見れるんがなんと今日までらしいです。だからもう皆さんこの映像を見て明日来た頃にはもう遅いと。この中が見れるんがね今日まで。タイヤ綺麗やな。車輪がすごい迫力が。ということでこれが菊水鉾でした。菊水鉾の次どっちか行きたいけど、次は鶏鉾行きますか。あと、2、3、5、5個です。鶏鉾ありがとうございました。続きまして鶏鉾に向かっていきます。この動画を1本見るとね、京都の山鉾前祭りの山鉾をどういう風に見て回ったらいいんかっていうのが分かると思います。なんかあんな店あったっけな。ターキッシュケバブドナー。最近トルコ行きましてやたらケバブ食べてたんですけど、まさかの本場のケバブのドナーのお店ができてる。国宝だから24時間警備みたいです。そうなんや、国宝なんやこれ。ちょっと今日はね小声で喋るアシスタントの人がいるんですけど、いろいろ耳元で支えてくれてアシストしてくれます、僕の解説を。皆さんこれは国宝のようです。皆さんそういえば国宝の映画見に行きましたか。めちゃくちゃ面白かったと思うんですけど、僕はもう長すぎて毎度トイレに行かずに見終わることができずにですね、いて Amazon プライムで最近国宝が出てきてくれて、ようやくちゃんと全部見れました。いつもトイレに行くなんか 2,3 分だけ見れなかったりしたんですけど、ちゃんと全部見れました。いやそっかまあそれは国宝だよなこれ。うわーこれもすごいよ。うわこの看板いつから使ってるんやろ。注意鶏鉾いいな。もういい香りやったほんま。ほんまにこの山鉾もう昔からやってるお祭りですからね、この祇園祭っていうのは。もう古の香りがします。これちょっとなんか警備が熱いな。ブルーシートかぶってある。そっかこれ電気消えた今。京都経済センター。これあれだ、まだタイヤつけてないからこんな感じなの。さっきね観光鉾菊水鉾はタイヤついてましたけど、こんな感じでタイヤがつく前はこんな感じ。タイヤっていうか車輪こんな感じ。ここも結構近くまで寄れます。こんな感じでね、リアル。うわこれもめっちゃいい香りするわ。うわこれほんますごい香りすごい。でかいな。ほんまにでかいわ。そっか鶏鉾はこっから上がるんかな。こっからや。基本的にこの鉾にはビルが1個セットでついてまして、こうやってこれ鶏鉾ビルってね書いてありますけど、そう1階から上がって2階に上がって、この2階からねこうやってこの道を伝って鉾に乗れるといった感じになってます。
なんか他にもねいっぱい山ぼこはできるんですけど、今のところちょっとねこの後ろにもほんまにあと2、3個ぐらい出てくるはずなんですよ。後祭りやったかな、あれ出てくるはずなんですけど、今のところここしかない。やっぱまだ 7期か8期ぐらいしかないから。でもやっぱその暗くても迫力はすごいですよ、マジで。ほんまに迫力すごい。いやこれが明日になったらその外壁のね布がかぶせられて、あとだから1週間後ぐらいにはもう京都の街をね、これが何キロぐらいある、あれ3キロか4キロぐらい走り回りますからね。これがですよ、この大きさ。これ確か1トンか何トンかあるんですよ。1トンか2トンぐらいあるんですよ。これ何トンやったっけな、ちょっと調べよう。鉾の山鉾の重さ教えて。ちなみに今のが、鶏鉾でしたと。今のところだからなぎなた鉾、かんこ鉾、菊水鉾、鶏鉾を見ていきました。次が月鉾。月鉾も大通り沿いなんですよ。大通り沿いだから結構目立ってる。今のところ全部じゃないけど結構完成、車輪までついて完成してるのは菊水鉾だけでしたね。そうか。いやでも皆さんほんまに本当お久しぶりですね。ようやくそんな話ができるんですけど、3ヶ月間何をしてたんやっていう話で言うと、ほんまに仕事が最近忙しすぎてですね、全然動画を撮りに行く暇がなくて、本当はあれあれじゃないですか、おちごさんでしたっけ、おちごさんっていうんかな、あれ漢字ちょっと読み方忘れたんですけど、小さい子がね舞踊を回はるんですけど、それも撮影したかったんですけどね、ちょっと時間なくてあれ行けなかったです。真っ昼間やし、もう思いっきり仕事中で行けへんかった。奈良の逆の京都まで行ったっていう。お、月鉾です。月鉾。ちょっと待って。山鉾衝撃の事実判明しました。僕これ去年も言ってたと思うんですけど、やば、月鉾が一番重い。今回のこの月鉾が一番重いんですけど、これが完成したら 11.8 トンになるらしいです。やばすぎ、めっちゃ重いやん。めっちゃ重い。そんなのあんの？これ月鉾はちょっとまだ完成してないな。全然ちょっとまだ2、3割ぐらいや。すごっ。これもまだ完成途中です。これはもう屋根もまだついてないもん。ほら、屋根もまだついてない。でこれもまた上から上がれると。全部が全部ねこれ山鉾上がれるわけじゃないんでね、皆さん気をつけてください。でも僕ちなみにこの月鉾のこの建物が一番好きかも、山鉾の建物の中で。なんか一番これが風情ある気する。月鉾のこの建物が月鉾保存会っていうのがあります。すごい提灯がついてて、こんな感じで上に上がれる。なんかこの屋根がない山鉾っていうのもまた新鮮味があっていいですね。いいですね。ということで今のが月鉾でした。今までのものと一緒でこんな感じで提灯が
あります。月鉾って書いてある。で次があと放火鉾と船鉾と岩戸山。あ、ようやく山が、山は確か岩戸山はね、確かちっちゃいんですよ。ちっちゃい。で最後岩戸山にしようかな。じゃあ一旦次ここの信号を渡って、放火鉾を見に行って、で最後船鉾行って岩戸山行きます。ということでこっち、あ、もう見えてるわ。もう見えてる。ここ渡って、曲がってすぐなんですけどね、もう見えてますわ。あれ見えてなかった。見えてると思ったん電柱やった。よし、渡っていきますよ。いや、そうでね、京都3時間じゃ3ヶ月間ほんまに全然動画投稿できなかったんですけど、もうシンプルに仕事が忙しすぎて、てか最近ね本当に仕事が忙しすぎるんで、このチャンネルを誰かちょっと引き継いでくれる人に引き継いでもらおうか、自分でやり続けるか、頻度落としてもいいからね、やり続けるか、誰か引き継いでくれる人に週3投稿とかしてもらうか、ちょっと悩んでるんですよ。この多分チャンネルはやっぱりその京都、世界中の方々にね京都の魅力を届けようっていうチャンネルなんですけど、そのミッションが僕一人では今のところちょっと達成しようがないんで、ちょっとこのチャンネルをどうにか誰か引き継いでくれる人をね、いい品かなと思いながら、今日までね3ヶ月間ちょっと動画投稿できずにいたんですけども、でも僕ができるうちはね、こうやって京都のメインイベントの時だけでもこうやって動画撮っていけたらなと思ってます。ここセブンイレブンやったところなんかすごっ、ほんまになんもなくなってる。そしてちょっと待って、今まで史上一番完成してないかもしれへん。放火鉾、今まで史上一番完成してない。もう土台だけやんまだ。いや昨日実は撮影しに来ようかなと思ってたんですよ。ちょっと来んくてよかったかも。昨日やったら本当正直あんまり何も完成してない状態だったかもしれないし、放火鉾も結構でかい鉾なんですよ。でもまだ現状ここまでしかできてない。もう放火鉾も今までの山鉾と同じようにね、こうやって上に伸びていくはずなんですけど、まだ全然完成してないや。でもこれもこれですごいなんか迫力がある。ここだって今これだけ見たらまだただの建造物じゃないですか。建物ですよ。ここに車輪がついて動くようになる、乗り物になるんですから。いや今日はだからほんまにこの山鉾の制作過程をなんか皆さんに見せれてるから、なんか結構いい動画かもしれへんこれ。そう大体最初はこんな感じからスタートなんですよ。でここになんか車輪とかね、ここら辺に車輪つける棒みたいなのがついてって、車輪がついて、で人が乗るところができてみたいな感じ、ほんで最後に屋根がついてみたいなね感じなんですけども、この放火鉾もね、今までの山鉾と一緒、山鉾というか今までの鉾と同じように、この建物、隣の建物の2階から渡れるようになります。ここやったっけな、それここなんかな、なんか2階から道がまたできて、この放火鉾に上がれるようになります。ここもまだほんまに
多分この倉庫からねこの機材を出したてやから香りがすごい。めっちゃいい香り、めっちゃいい香りや。京都生まれ京都育ちやのになんかめっちゃいいなって感じます。もうこの紐の結び方すごない？すごすぎでしょ。どうなってんの本当にこれどうやってなんかこの組み立て方をレクチャーするんですかね。なんか寿司職人みたいになんか握れるまで10年かかるみたいなのありそうですよねこれも。ほんま、まあでもこれがねまだ第一形態という感じです。ここからまたどんどんでかくなっていきます。ということで次は船鉾新町通り。ここは新町通りちゃうか。ここ次が船鉾でその奥に岩戸山っていうのが、山は本来ちょっとちっちゃめなんですけどなんか一部山もでかいやつあるんですよね。なんかここまっすぐ行ったら船鉾なんですけどね、船鉾なんですけどなんかありそうには思えへん。なんか暗いから見えてないだけかな。こうやって山鉾で車線が一つなくなるのに普通にみんな慣れた顔で隣走っていきますからね。バスとかもう完全に溶け込んでます。なんかもう地形みたいになってる。そうこの時期はほんまにね車線が急になくなっていくんでちょっとなかなかこういう京都都心部は京都都心部ちなみにいつも走りにくいんですけどより走りにくくなります。僕も最近車の免許を取りまして車を運転できるようになったんですけども、ほんまにこのタイミングだけはもう絶対にこの辺を走りたくないです。ここもやっぱ24時間警備ここやからただの電気工事やった。山鉾かと思った。あれでもこの辺やった気する。ここ大船鉾はこれは違います。船鉾と違うはずなんですよ確か。これ後祭りで出てくる鉾やったはず。祇園祭は前祭りと後祭りっていうのがありまして、2回あるんですよお祭りがね。で前祭りで、山鉾を作られる山鉾が、何個かあって、でそれ前祭りが山鉾巡行っていうその京都市内を山鉾がずらっと走り回るのが終わったら一旦また解体して、で解体して上でもう一回次は後祭りの山鉾を組み立てるんですね。でさっきの大船鉾は後祭りの鉾だった気がする。多分分からへんけど
なんか京都人ってこんなもんですほんまに。30何年生きてますけどね、祇園祭り全然知らないです。だから皆さんね、分かる方は、僕の解説が足りない部分コメント欄に書いてください。その書いていただくと僕の勉強にもなるし、この動画を見てくださっている皆さんの勉強にもなると、強いてはもう最近は翻訳とかもされますから、全世界のね京都にこれから旅行に来る方のためにもなりますから、もうめちゃくちゃ僕のこう動画のコメント欄に書くだけでなんか世界中の人を幸せにしているようなもんです。ほんまに。ちょっと待って、ここ駐車場あるんですけど、いやこれ通りにくすぎでしょこの駐車場。どうやって K しか入れないじゃないですかこれ。すごい。しかも奥18台って、奥18台ってどこ、全然ありそうな雰囲気ないわこの駐車場。ということでそんな話をしてたら船鉾が見えてまいりました。船鉾、こちらもまだあまり、組み立てが 20% ぐらいしか進行してなそうな気がする。でただ一番手厚く保護されてます。屋根ついてる。今まで結構なんかもうさら仕上げにされてたんですけど、船鉾は屋根ついて保護されてます。すごっ。しかもなんか組み立ててある部分もなんか白い布をかぶってるし、あれや、まだこれだからこれ皆さんこれあれっすわ、まだ紐でぐるぐる巻きにされてないんかな。さっきこことかさっきの今までの山鉾はぐるぐる巻きにされてたんですけど、まだこれはぐるぐる巻きにされてない。しかもちょっと待って、これ気づいちゃったかもしれへん。これ木に全部下西、これ西って書いてあるから、これ多分木全部に名前がついてて、でプラモデルの説明書に3と5をくっつけるみたいなの書いてあるじゃないですか。そんな感じで多分これ部位に名前がついてる全部。これだから下西、これはだからこっち西向きや、確かに。ということは反対側東って書いてある。東。そんな感じなんや。プラモデルみたいになってるんやこれが。全部この木一本一本に名前がついてて、それを組み立てていくと出来上がるようになってるんや。だからこうすることでマニュアル化できるということですね。この組み立てをマニュアル化できると後世に引き継げると、再現性が出てくるんで。なるほど、すごい。来たや。確かにこっち来たや。これ皆さん見えますかね。これ北って書いてある。ここに北、こっちも北って書いてある。ちゃうわ。これだから北って書いてある木に東とも書いてあるっていうことは、だからシンプルにこの部品の向きもちゃんと分かるように書いてくれてるんや。すごいな。全部こっちは南って書いてある。これも南って書いてある。すごいよ。でもこれがほんま一番手厚く作成中に保護されてる。愛情を感じます。
この椅子とか何年前からある椅子なんやろ。もうなんか何十年何百年って使われてそう。しかもこの椅子も釘が使われてない気がする。ほら、もう刺すだけで組み立てられるみたいな感じや。こういう小さい椅子とかさえもできる限り釘を使わずに作られてます。すごいな。これはでも鉄やけど。いや、学びの多いここでした。これも上上がれんのかな、こっから。あ、これは別に関係ないやつや。ということで次は山です。何山やったかな。岩戸山。いやでもなんかちょっとこの船鉾は学びがあったわ。学びがありました。すごい。部品に全部東西南北が書いてあった。いやそれやからなんかだって組み立てなんか僕ニトリとかで本棚とかなんか靴箱とか昔買ってたんですけど、なんかその8割くらい組み立てられた最後の最後で釘打ち忘れてたとか部品入れ忘れてたとかでまたゼロから組み立て直すみたいなことあったんですよ。そういうのがないようになってます。いやもうこれもだからほんまに何回もなんかそういうことがあったんでしょうね、過去に。だからそういうのがいかにないようにするかというのを研究されて、ああやって部品にね東西南北をちゃんと書くというふうになったんだと思います。しかもでも東西南北ってすごいですよね。それがでもちゃんとほんまに東西南北なんですよ。ちゃんと北が北向くようになってるんです。すごいっすよね。これは岩戸山は公開されてないブルーシート。今日の動画最後の岩戸山がマジで公開されてない。最後の最後でこれもここから乗るんかな。岩戸山って山やからなんか乗ったりしないイメージやけど、こっから乗ったりするんかな。なんか残念やな。最後の最後ブルーシートの岩戸山で今日の動画は終わりになりそうです。いやでもほんまに祇園祭り始まってまいりました。いやもう祇園祭はね今月いっぱい続きますから、皆さん観光に来た際はぜひ京都四条河原町に四条河原町じゃない四条烏丸に遊びに来て、こうやって山鉾をね見て楽しんでください。一番のピークというか、見どころというか来てほしい日付は7月15、16日の、歩行者天国になる時です。もう道路が全部もう歩行者に開放されるという日です。すごいお祭りなんでね、ぜひぜひ来ていただければと思います。今月は何本かね動画撮るつもりなんで、この動画を見ていいなと思った方はチャンネル登録をしてください。ということで今日の動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントも動画作りの励みになりますのでよろしくお願いします。コメントを書く際はぜひ母国語で書いてください。英語とか日本語とかじゃなくても大丈夫です。ということで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。バイバーイ。